今回私たちが深く掘り下げるのはですね、2012年の夏、中国で発生して、社会を非常に揺るがした連続殺人事件です。犯行に及んだのは驚くべきことに10代の少年2人だったんですね。今手元にあるのは YouTube チャンネル法廷クロニクルから提供された、動画のトランスクリプトの抜粋です。で、今回はこの記録だけを情報源として事件の核心に迫っていきたいと思っています。この探求の目的はですね、この資料から事件の具体的な流れ、それから少年たちの人物像、そして彼らを待ち受けていた結末について、重要なポイントをあなたと共に深く読み解くということです。それでは早速事件の概要から見ていきましょうか。まずこの事件がいかに、異常でったかという点なんですけど、わずか9巻という本当に驚くほど短い期間に記録によれば7人、胎児を含めると8人もの命が奪われたと。そして何より衝撃的なのは、犯行に及んだのは当時18歳と、17歳の少年だったというこの事実ですね。そうですね。未成年者による、しかもこれほど残忍で大規模な犯行というのは、当時の中国社会に計り知れない衝撃を与えたと、この資料は伝えていますね。中国を震撼させたとか、前代未聞の強行といった、そういう言葉からもその衝撃の大きさっていうのが伺えますよね。特に若者がなぜこれほどの強行に至ったのか、その背景に関心が集まったようです。ではその犯行の連鎖をですね、資料に基づいて時系列で追ってみましょう。最初の事件は、8月21日、湖南省の湖南省の農村部で起きたとされています。人目につきにくい農家を選んで、老夫婦に刃物を突きつけて金を要求したということですね。しかしですね、その家はあまり裕福ではなくて、老夫婦が金などないと拒んだところ、少年たちは逆上してしまって2人を殺害したと。で、家から奪ったのは日本円にして、わずか1万5,000円程度の現金1000元だったと記録されています。この最初の犯行がですね、資料が示唆するところによれば、彼らにとってなんというか歪んだ成功体験になってしまった可能性があるんですね。つまりうまくいったという感覚がその後の行動をさらに大胆かつ凶悪なものへとエスカレートさせる、その引き金になったんじゃないかと、読み解けるわけです。ある種の成功体験を手にしてしまった彼らは、奪ったわずかな金で約1000キロも移動するんですね。東京から広島ぐらいの距離ですかね。広東省、広東省へ逃げます。で、安宿に潜伏するんですけど、すぐにお金が尽きてしまう。そうすると今度はその宿の経営者である老夫婦を次の標的にしたと。給湯器が壊れたなんて嘘をついて、まず奥さんを部屋に呼び出して金品とカードの暗証番号を要求した。で、抵抗されると殺害。夜に帰ってきた旦那さんも同じように暗証番号を聞き出した後に手を浸したと資料にはありますね。ここで現金約4万円と、あと貴重品を奪って、犠牲者はこれで計4人になったということです。すごいですね。それでさらに？そうなんですよ。それでも犯行は続くんですね。さらに約1000キロ西へ、今度は雲南省へ移動します。今度は一人暮らしの42歳の女性宅に押し入れて金銭を要求した。これも拒否されたため、女性を縛り上げて灼殺で、奪ったのは、これがまた信じられないんですけど、日本円でわずか1300円相当だったそうです。1300円ですか？それで命を？本当に。そして最後の、これが最も痛ましい犯行になるんですが、雲南省の別の小さな旅館で起きます。標的は妊娠5ヶ月、当時25歳の女性経営者と、その場にいた2歳の娘さんでした。記録によれば約3000円相当を奪った後、まず妊婦である女性を殺害。さらに母親の異変に気づいて泣き出したその幼い娘さんも布団で窒息させて殺害したと葬式されています。わずか本当に9日間で湖南、広東、雲南と非常に広範囲にわたって犯行が繰り返されている。しかもその被害者に明確な共通点が見当たらない、無差別的と言えますよね。で、何より際立つのはその奪った金額のあまりの少なさと暴力性のギャップ、ここですよね。
この点が事件のなんていうか不可解さを深めている要因の一つなんだろうなと思います。そうですね。ではこれほど短期間にこれだけの凶行を重ねたこの2人は一体どのような少年たちだったんでしょうか。資料からその人物像を探ってみましょうか。資料に記されている名前は劉、当時18歳、そして秦嶺、当時17歳。2人は湖南省の私立高校の同級生で、同じ寮の部屋で生活する中で知り合ったとありますね。育った環境なんかも似ていたこともあってすぐに意気投合したみたいですね。勉強なんて意味がないとか将来のことなんてどうでもいいといったちょっと投げやりで否定的な価値観を共有して急速に親しくなった。資料はこの関係をダメな部分で波長があっただけの最悪の組み合わせとかなり辛辣に表現していますね。結局2人とも学校生活には馴染めなかったんでしょうね。ドロップアウトします。劉は教師への反抗と暴力が原因で自主退学。秦嶺は同級生との喧嘩で退学処分と。学校を離れた後の生活もなんていうか定職には習かないなかったみたいですね。劉は実家からお金を盗んでネットカフェを渡り歩き、秦嶺はアルバイトを始めても長続きしない。資料が共通点として指摘しているのは働くことから逃げているっていうその点でしたね。なるほど。でこの資料を読むとですね、彼らの行動の根底には強い劣等感と、でもそれとは裏腹に自分はこんなものじゃない、もっと大物になれるはずだみたいなその根拠のない万能感、それと社会全体への反発心があったんじゃないかと解釈されているようです。その屈折した心理が後の短絡的な犯行へとつながっていく、伏線として描かれている感じですね。そしてその犯行への直接的な引き金になったとされるのが、秦嶺から劉へ向けられた言葉なんですね。金がないなら奪えばいいじゃないか、大物になりたいなら人を殺すくらいの覚悟がなきゃダメだと。うわー。劉はこの挑発を真に受けてしまった。じゃあやってやるが、でかいことをと。こうして強盗殺人を実行する決意が固まったと資料は説明しています。このやり取りはなんていうか、彼らのその歪んだ仲間意識とか、あるいは見過ごされたくないっていう心理がいかに危険な方向へと作用したか、それを示唆していますよね。相手の挑発に乗ることでしか自分たちのつながりとか存在価値を確認できなかったのかもしれない。それが結果的にあまりにも破滅的な決断を後押ししてしまったと、この資料はそういうふうに解釈しているようです。しかしなぜ彼らはそこまである意味追い詰められてこのような道を選んでしまったのか。この資料がですね、非常に強く、そして繰り返し指摘しているのが親の甘やかしという要因なんですよ。そこですね。劉の場合、学力が足りなくても親が多額の学費を払って私立に入れて、成績が悪くても学校をサボっても叱責されることはなかったと。問題を起こせば親が学校に乗り込んできて擁護する。家の中ではまるで王様のように扱われて自分の行動に責任を持つっていう、そういう感覚を学ぶ機会がなかったと資料にはありますね。なるほど。一方の秦嶺も同様にですね、両親からお蔵いされて欲しいものは何でも与えられ、しつけらしいしつけは受けずに育ったと。どんなわがままも許されて、学校で叱られれば親が教師に文句を言う、そういう環境だったようです。この資料が、非常に強く主張しているのは、こういう、甘やかしとも言えるような育け方が彼らの自己中心的な性格とか、問題が起きると他人のせいにする思考、多責思考ですね。それと極めて低いストレス耐性を形成したんじゃないかということなんですね。そしてそれが俺は大物になれるみたいな、その根拠のない万能感と結びついて、最終的には他者の命を奪うことへの心理的なハードルを著しく下げてしまったんじゃないかと、資料は親が怪物を作り出したというかなり強い言葉でこの因果関係を断定的に描いていますね。これはこの資料が提示する事件を理解する上でのかなり革新的な視点と言えそうです。しかし彼らの逃亡と犯行はですね、意外な形で終わりを迎えることになります。最後の犯行の後、追跡の糸口が見つかったんですね。そうなんですか？被害者となった妊婦さんの義理のお母さんですね。その方が偶然にも旅館に戻ってきた際に、
慌てて逃走する2人の姿を目撃していたんです。で、彼女はすぐに警察に通報して、犯人の服装とか背格好、逃走方向などを詳細に証言した。これが捜査を大きく進展させる、決定的な情報になったと資料にはあります。なるほど。目撃者がいたんですね。そうなんです。これを受けて警察は、雲南省内での緊急手配はもちろんのこと、中国全土に張り巡らされた監視カメラ網ですね。それとか交通機関の利用記録などを徹底的に追跡します。資料によれば、当時の中国はいわゆる監視社会としての側面が強くてですね、街中、駅、高速道路などあらゆる場所に設置されたカメラが彼らの足取りを捉えていったようです。なるほど。少年たちも偽名を使ったり一部の監視カメラを破壊したりとか、抵抗は試みたみたいなんですけど、広範囲にわたる捜査網からはやはり逃れられなかった。最後の犯行現場である雲南省から約1000キロも離れた広東省まで逃げていたんですが、犯行からわずか1週間後には潜伏先が特定されたと。早いですね。特定まで。さらにですね、この逃亡中に心霊が SNS にですね、短期間で何人も殺したがまだ足りない、もっとやるみたいな、そういう内容の投稿をしていたことが発覚するんです。へえ、そんなことを。これが犠牲者とか社会全体を愚弄するものだとして世間の怒りを爆発させて、絶対に死刑にすべきだという声が一気に高まったと資料は伝えています。それはそうでしょうね。で、警察はですね、追跡を察知した2人が別々の場所に潜伏していることを見抜いて周到に捜査を進めます。そして9月6日にまず心霊を、翌7日には劉をそれぞれの潜伏先で逮捕しました。これだけの証拠が揃えば当然法廷での対決が待っているわけですが、しかしそこで彼らが示した態度というのはまたこの事件の何というか別の側面を浮き彫りにするんですよね。と言いますと？目撃証言、各地の防犯カメラ映像、そして本人たちの自白、証拠は圧倒的で、弁護側が事実関係を争う余地はほとんどなかったようです。しかし法廷で2人はまるで反省の色を見せずにですね、言い訳を繰り返して互いに罪をなすりつけ合ったと資料は記してるんです。なるほど。劉は最初の殺人は相手が金を出さなかったのが悪いとか、一度やってしまったら後戻りできなかった、心霊に引きずり込まれたんだ、本当はやりたくなんてなかったみたいな、そういう主張をしたそうです。一方の心霊も殺すつもりはなかった、劉に金稼ごうぜと言ってしまった手前引くに引けなかった、あいつが常磐を本気にしなければこんなことにはと責任を相手に押し付けるような言葉を繰り返したとありますね。この責任のなすりつけ合いはまさに先ほど触れた資料が指摘する彼らの多責思考、つまり自分の行動の結果と向き合わずに他者や状況のせいにするっていう、その傾向が法廷という極限の状況下であらわになったと読み取れますよね。育てられた環境が影響していると資料が示唆した部分ともつながってきますね。そうですね。そして記された判決です。主犯格とみなされた劉には死刑、一方心霊には無期懲役、加えて政治的権利の終身剥奪と全財産の没収が言い渡されました。死刑と無期懲役、この2人の運命を分けた決定的な要因、それは資料が極めて明確に指摘している通り年齢でしたね。中国の刑法では犯行時に18歳に達していない者には死刑を適用できない。劉は犯行時すでに18歳の誕生日を迎えていたんですが、心霊はまだ17歳だった。この誕生日のわずか数ヶ月の違いが文字通り2人の生死を分かつ結果となったわけです。法の下に引かれた一本の線がこれほどまでに厳格な結果をもたらした、この点が資料において非常に重く受け止められていますね。死刑判決を受けた劉は当然控訴しますが棄却されます。自分の臓器を提供することで罪を償いたいと訴えたとも資料にはありますが、それも認められることはなかったと。そして資料は中国における死刑執行の急速さについても触れています。最高人民法院、日本の最高裁判所に相当するところですね。そこが死刑判決を最終的に確定させると、多くの場合その日に執行されると。即日ですか？2015年2月13日、劉の死刑が確定。そのわずか数時間後、彼は郊外の処刑場へと連行されたそうです。
資料はその最後の瞬間をかなり様々しく描写しています。武装された警察官に取り囲まれて、地面に膝をつかされ、判決文が読み上げられた後、後頭部に銃口が当てられて引き金が引かれた後。この即日死刑ともいえるシステムは、犯罪抑止を強く意識したものなのかもしれませんが、その手続きの迅速さゆえに国際的な人権基準との関連で、議論を呼ぶ点でもありますよね。ただ、この資料においては、その執行の速さが竜の最後として強調されている感じですね。一方、わずかな年齢差で死刑を免れた神霊、彼を待ち受けていたのは、無期懲役という名の全く異なる現実でした。資料はですね、彼が送られるであろう中国の刑務所の実態についても非常に詳細に記述しているんです。そちらもですか。まず、収容環境の劣悪さですね。定員を大幅に超えるような過密な雑居房、仕切りもなくプライバシーのないむき出しのトイレ、それから害虫が湧いたり不衛生な寝具、そして不十分な医療体制。次に過酷な強制労働です。週7日、休みなく1日15時間以上にも及ぶことがあるという風製作業や農作業など、達成困難なノルマが課されて、未達成の場合は食事制限、懲罰房への収容、さらには刑期の延長といった罰則があると記載されています。1日15時間、休みなしですか。さらに夜間には思想改造教育が行われて、共産党の理念の暗唱とか自己批判を含む反省文の作成が強制される。これを拒否すればやはり懲罰の対象になると。そして日常的な暴力と拷問の存在。資料にはタイガーチェアと呼ばれる鉄の椅子に長時間身体を拘束する拷問具や、看守による暴力だけじゃなくて、囚人間にも存在する厳しい序列構造についても触れられていますね。囚人同士の暴力もですか？資料によると、囚人の中にも階層があって、ラオトと呼ばれる古参や下っ端ボスが新入りを支配して、さらにその上にユーバーと呼ばれる暴全体のボスが存在するみたいな、そういう力関係が描かれています。こうしたボス格の囚人によるいじめや暴力も予行している実態があるようです。国連などからその独立した監査の受け入れ要求があっても、中国政府はこれを否定していると資料にはありますが、内部からの証言みたいなものは後を絶たない状況のようですね。神霊のような無期懲役囚は理論上こういう環境で死ぬまで服役し続けることになるわけですよね。資料の筆者がこの実態を知って、これなら銃殺された方がマシかもしれないというそういう感想を漏らしていることからも、その過酷さが伝わってきます。生きて罪を償うという判決が実際にはどのような日々を意味するのか考えさせられますね。さて、今回の探求を通してですね、私たちはこの資料に基づき、中国で起きた一つの悲劇的な事件、その背景にあると指摘された要因、そして加害者たちの対照的な末路をたどってきました。まとめると、この資料が描いているのは、得意な家庭環境で育って歪んだ自尊心と劣等感を抱えた少年たちが、極めて短絡的な動機から凶悪な連続殺人を犯して逮捕される。そして裁判の結果、犯行時の年齢というただ一点の違いによって、一方は死刑、もう一方は過酷な無期懲役という全く異なる運命をたどることになったという、そういう物語ですね。最後にこの資料が提示した事実を踏まえて、あなたに考えていただきたい問いがあります。たった数ヶ月の年齢差が片や即時の死、片や生涯にわたるとされる過酷な服役という、これほどまでに異なる結末をもたらした。この事実は私たちが考える正義とか法の適用について一体何を問いかけているのでしょうか。奪われた命の重さ、逸された人々の感情、それらと法の下に引かれた一本の線の間に横たわるこの複雑さについて少し立ち止まって考えてみる。そんなきっかけを今回の探求が提供できたなら幸いです。今回の分析はここまでとしたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回もまた興味深い資料とともにあなたをお待ちしています。